こんな話を聞きました。この話を喋ってくれた人は地元の後輩にあたるのかな。7個下ぐらいの女の人なんですけど、地元が同じ千葉県市原市っていうことで懐かしい話とか出てくるんですよね。その人が若い頃に事故物件に住んだエピソードなんですけど、ちょっと面白いんで雑記で喋ってみたいと思います。当時僕なんかはもう成人してた頃だと思うんですけど、4つ下ぐらいの世代に松岡さやさちゃんっていう女の子がいて、すげえ有名だったんですよね。今現在は女優さん、当時はまだ女子高生、千葉県ナンバーワン美少女グランプリ、セブンティーンの表紙とか、当時の女子高生の間でカリスマモデルみたいになっていたと思うんですけど、それでいて松岡さんって千葉東高校っていう進学校に通ってたんですよね。偏差値65ぐらい。だから勉強もできて容姿端麗。そんなレベチな女の子が地元にいるっていうので結構噂になってたのは覚えてるっす。それが桐谷美玲さんなんですけどね。その桐谷美玲さんにリアルタイムに憧れた世代。仮名ですけど、英子さんとしましょう。こんな話を聞かせてくれました。英子さんは当時、その桐谷美玲さんに憧れて、読者モデルなんかをやってたらしいですね。芸能界に憧れていたと。高校を卒業した頃も、今しかできないからってことで、アルバイトをしながらモデルの仕事なんかを続けていたみたいです。だけど、バイトって言っても、モデルの仕事が急に入ったりするといけなくなっちゃうわけで、フリーターがよくやる昼間のね、シフトのバイトは難しい。だからか、夜のスナックっていうんですかね。まかないが出るからって言ってたんですけど、あるスナックで夜バイトをするようになってた。そこのスナックのママ、いい人で、まかないなんかでも結構いいご飯を出してくれたりとか、お客さんがたまにお土産持ってきてくれたりして、それが結構嬉しかったらしいんですよ。私が芸能界、女優なんかを目指してるって言ってるもんだから、ママや常連さんなんかも応援してくれてたんだと思う。そんなバイト先のスナックの常連さんの一人で、アパートを経営してる人がいまして、自分のアパートに一部屋空きがあるからよかったら住まないかって。場所は東京都江戸川区葛西。モデルや芸能の仕事って都内であることが多いので、千葉県と東京の境目周辺にあたる葛西、ちょうどいい場所なんですよね。英子ちゃんだったら2万円でいいよ。不動産屋なんか通さなくていいからって。家賃2万円で貸してあげる。その代わり事故物件なんだけどね。直近で住んでた住人が部屋の中で首吊り自殺をした。あとは何十年も前だけど昭和の頃に殺人事件があった。今は部屋はフルリフォーム済みで綺麗な状態だから、それでもね、借り手がなかなかつかないんだよねって。そういうのに抵抗がなかったら、英子ちゃん2万円で部屋貸してあげるよ。英子さんは幽霊とか信じてないタイプなんで、何よりも実家を出て都内で一人暮らしができる。芸能関係の現場にもね、わざわざ内房線だ、総武線だ、電車に揺られる時間も少なくて済むと、常連さんのお言葉に甘えて2万円でその物件を借りたらしいんです。建物はどこにでもあるような2階建ての木造のアパート。部屋は階段を上った廊下の一番奥、2階の角部屋。その物件に住んで一月ほど経った頃、ある夜スナックのバイトが休みで部屋にいると壁がドンとなった。もう本当に直接壁を叩いているような音でびっくりしたって言うんです。その後に女の泣き叫ぶような声と低い声が交互に聞こえた。
女の人はひたすら、どうして叩くのよって叫んでいて、合間合間にブツブツ言う声が聞こえるんです。そしてまた壁に人が当たるような音、ドーンって。壁が薄いせいか、A 子さんの部屋に向かって大きく響くんですって。どうやら隣に住んでる女の人が DV、ドメスティックバイオレンス受けてる。そんな音が聞こえるんですって。しばらくして、ピンポーンって家のチャイムが鳴って、出てみると女の人が立ってて、すいませんでした。髪の長いその女の人は手に菓子折りを持ってたらしいんですよ。あ、そんなん大丈夫ですって。A 子さんは気にしてないですよって手を振ったんだけど、相手はとにかくお詫びですってうるさくしてすいませんでしたっていうことで菓子折りを置いていった。それがきっかけになったのか、廊下でその隣人の人とたまにすれ違ったりするときに、少しずつ口を聞くようになったっていうんです。どうやら隣人のその人はシングルマザーらしいんですけど、今は子供は実家に預けていて一人で暮らしている。たまに別れた元旦那が金をせびりに来ては暴力をして帰っていく。1週間に1回くらいの割合で壁が音を立ててドンって彼女の悲鳴が聞こえると。A 子さんはもう警察に電話しようかなと思ったらしいんですけど、相手の事情も知らずに勝手なことをしてね、思ってもみない迷惑がかかったらどうしようって踏ん切りがつかなかったからほっといたんですって。でもやっぱり気になってしまう。人が殴られてるっていうのを想像すると息が詰まったっていうんです。とにかく音が、声が生々しくて自分がやられてるような気分になっちゃって、ある時そんな隣人さんがね、心配になっちゃって部屋のチャイム鳴らしてみたんですって。ピンポンって。そしたらドアが開いて、もう疲れ果てた感じで A 子さんの顔を見るなりボロボロ泣き出してしまったらしいんですよ、隣人さんが。放っておけなくなったから彼女は自分のね、部屋に連れてくると話を聞いてあげたんですって。ちょっとだけ優しくしてあげたっていうんです。それからなんですよ。割と隣人さんが頻繁に A 子さんの部屋に来るようになった。特に暴力が終わった後は必ずいつでもチャイムが鳴らされて、それをほっとくわけにもね、いかないわけで、A 子さんはそんな隣人さんの話をね、聞いてあげていたっていうんです。A 子さんも心を開いてるわけではないですけど、同情はしてたっていうんです。部屋も隣同士だし、ちょっとご飯でも食べていきますかって言って一緒に食事を作って食べてみたりとか、元旦那の暴力で部屋がね、ぐちゃぐちゃになって片付けるのが大変ですって言うから、じゃあ私の部屋でちょっと寝ていってもいいですよって、夜も遅いですしって、部屋に泊めたこともあった。そんな時に隣人さんは、生傷だらけのね、体を A 子さんに見せては、辛い話をしていくんですって。そんな日が何回かあったわけですけど、A 子さん曰く一言で言うと、気がめいるって言うんです。辛気臭くて。だからだんだん面倒になってきて、隣人さんが暴力されて、その後ね、訪ねてきたとしても、今日は具合が悪いからって言って断ったり、応対するのも面倒な時は居留守を使ってた。ちょっと怖いのが、居留守の時何分もずーっとチャイム鳴らしてきたりとか、携帯番号教えちゃってたんで、電話かかってきたり、ドアの向こうで着メロが聞こえないかって耳を澄ましてる気がするんですよ。居留守を使った日にスナックのバイトに出かけたことがあって、隣のドアがね、細めに開けられてたんですよ。なんだか隣人さんに監視されてるような気分、そんなのは感じていたっていうんですね。それになんでだかわからないけど、その頃、元旦那の暴力もどんどん激しくなっていってる。
壁のドンドン、うわー、キャー、そういった叫び声なんかも、もうものすごくなっていっててって。ある日、私もう耐えられなくて、警察に電話したんです。隣の部屋から悲鳴がすごいです。やがてパトカーが到着して、警察官がね、隣の部屋のドアを激しく叩いてるんです。開けなさいって。別の警官が A 子さんに事情を聞きに来てて、その最中も開けなさい、開けなさいって、なぜかずっとやってる。やがてドアが開いて警官が部屋に入り込んだ。それってどうなってたのって聞いたんですけど、部屋に元旦那なんかいなかったんですって A 子さん。警官に誘われて隣室に入った A 子さん、驚いたんです。壁一面に自分の写真が貼ってある。中には寝ている A 子さんの胸元を露出させている写真なんかもあって、いわゆる隣人さんがストーカー化したっていう話なんです。隣に引っ越してきた女の子がモデルみたいに可愛らしい子で、友達になりたいって思ったんでしょうね。旦那に DV を受けてるっていう設定で気を引いて、殴られてる音とかも全部自演だったっていう。英子さんの同情を買って仲良くしたかった。そう言ってたらしいんです。隣人が。ただの頭おかしいおばさんだったっていう。英子さんはその後、お客さんである、その物件を持っているオーナーですね。事情を説明して、隣の人何とかしてほしいって言って、どういう手を使ったかはわかんないですけど、3ヶ月ぐらい経って隣人が引っ越していったんで、その後も私住んでたんですけどねって。でもその後しばらくは隣人からメールが入ってきて、あれは誤解ですとか、話せばまた仲直りできます。そんな文章が携帯にメールで届いてたのは覚えているんですけどねって言ってました。事故物件の話っていうから、心霊ネタかなと思ったらミスリードで人コアの話だったっていう、最近聞いた中で印象的な、面白怖い話、ちょっと喋ってみました。